こんにちは。今日は V ネックのベストを作っていきます。V ネックなんですが、ちょっと形を変えて、とても綺麗なネックラインにしていきます。とても使いやすくて着やすいベストになります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのメランジトリコ。色はライトベージュ。45g で81メートル。使用かぎ針の目安は8号。材質はアクリル 100%。この糸はこんな感じで、太さはだいたい 2.5mm ぐらい。針は10号を使います。ただ、最初の鎖だけ少し太い針を使って編んでいきます。あれば太い針を用意します。なければこっちでゆったりと編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。まず前身ごろと後ろ身ごろそれぞれ作って、肩と脇を縫い合わせてベストの形にします。こっちは前身ごろ、こっちは後ろ身ごろ。後ろ身ごろから作っていきます。まずスタートするのはここから鎖を編んで、この向きに編んでいきます。この鎖の長さは、私は鎖45でだいたい48センチ。これはお好みの長さにします。まず鎖編んで、その次に細編み。その細編みの段階で好みの長さになるようにします。私は鎖45編んでスタートします。鎖編みをします。この時は少し長めに糸を残しておきます。後で脇を縫い合わせる時に使います。で、途中からスタートします。この時は少し太い方のかぎ針を使います。なければこっちでゆったりと編んでいきます。で、途中からスタートします。この鎖はかなりゆったりと編んでいきます。これがきついと後で歪んでしまうので、ゆったりと編んでいきます。で、これは数の規制はないので、好きな長さまで編んでいきます。偶数でも奇数でも好きな長さになるまで編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んでいきました。次は1段目。1段目は細編みをしていきます。針を細い方に変えます。細編みをするので、鎖1つ。1つ戻って2つ目に細編み。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、次も、このまま端まで細編みをしていきます。一つに一つの細編みをして、端まで編んでいきます。端まで編んできました。今の状態は少し長めになっています。これから編み進めていくと少し短くなっていきます。次は2段目。鎖を1つ裏返します。鎖の根元に細編み。普段は2本の糸の下。今回は向こう側1本の下。これで細編み。次も同じ。これで細編み4つ。長さはだいたい4センチ。次から中長編みをしていきます。また向こう側
一本の下。中長編みは絡めて、一度に引き抜いて中長編み。ここから中長編みを編んでいきます。もし分かりにくくなりそうだったら、この境目にマーカーをつけます。次からずっと中長編み。このまま、この端の一つ手前まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。最後は2本の糸の下。中長編み。ここまでは1本。ここは2本。次は3段目。また少し大きな鎖1つ。裏返して、鎖の根元に中長編み。また上から見て、この向こう側1本の下。中長編み。一度に引き抜いて中長編み。このかぎ針のすぐ下にマーカーをつけます。この2本の糸の下。また同じように続けます。このまま中長編みを続けます。ここでまた細編みをします。ここまで編んでいきます。3段目の端まで来ました。細編みの上に細編みをします。まずここ。また向こう側1本の下。細編み。次も。次も。最後は2本の糸の下。で、細編み。これで3段目が終わりました。次は4段目。鎖1つ。裏返して鎖の根元に細編み。1、2、3、4。これで細編み4つ。次からは中長編みに中長編み。このまま端まで編んでいきます。端まで編んでさっきと同じ。ここまでは1本。ここだけはこの2本の糸の下。ここに中長編みをします。で、鎖1つ編んで裏返して、また同じように編んでいって、こっちはまた細編み。この部分はずっと細編み。これを繰り返してしばらく編んでいきます。11段編んできました。こっちで見ると、この部分。ここが11段目。次にこの部分を編んでいきます。端から2つ目にマーカーをつけます。1にこの部分だけ短くしていきます。で、端からここまで編んでいきます。これが11段目。次は12段目。この部分は奇数で、次を偶数にしていくと作りやすいと思います。ここは今までと同じ。細編みを編んで、ここからは中長編み。ここまで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。マーカーの一つ手前は2本の糸の下。これが端になります。また同じように鎖一つ裏返して、
ここからはこの幅でずっと編んでいきます。ここまでと同じように編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。この部分から12段編んできました。こっちで見ると、この部分、12段目がここ。次に少し長くします。こっちと同じ数だけ。1、2、こっちも2つ長くします。で、この端の中長編み。ここはこの2本の糸の下。新しい糸。同じところに針を入れて、鎖2つ。1、2、大きめに作ります。こっちと同じぐらいの高さになるように。ここで糸を切ります。次はこの端から今糸が出ています。今までと同じように細編みから細編みを編んでいきます。このままずっと編んでいって鎖の手前まで来ました。こっちで見るとこの部分。次はこの鎖を編んだここに中長編み。次は鎖に中長編み。次もこれで中長編み2つ増えました。次からこの幅で編んでいきます。今までと同じように鎖1つで中長編み。次もこのまま端まで編んでいって、これを繰り返します。でこの部分はこっちと同じ長さだけ。私はこの部分を11段、だいたい16センチ。こっちも同じく11段編んでいきます。11段目、最後の段は細編みにします。この部分を編んできました。こっちと同じ幅になっています。最後は細編みになっています。で、最後は糸を切ります。この幅の3倍から4倍。で、糸を切っています。次は前身ごろを編んでいきます。次は前身ごろを編んでいきます。前身ごろは後ろ身ごろとこの部分だけ違っています。あとは同じ。まずこの部分を編んでいきます。この部分を編むとこんな感じ。次にこの部分を編むので上から14番目にマーカーをつけます。でこの端から14番目。これが14。長さは約15センチ。で今、糸端は裾にあります。ここから続けて編んで、このマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。次は、こことここで斜めを作ります。まずここに中長編みの途中。で
1本の糸の下、このままマーカーのところ、今度は2本の糸の下、糸を出して、ここだけ鎖1つ、1、これで4本になりました。これを一度に引き抜きます。これで斜めのライン、これが1段目、次は2段目、鎖2つ、裏返します。鎖の根元に針を入れて糸を出します。次の中長編みに中長編みの途中絡めて、で1本の糸の下で、これで4本一度に引き抜きます。これで斜めができました。次からは今までと同じ中長編みを端まで編んでいきます。これを続けて端まで編んで、ここからまた同じように編んでいきます。でここぐらいまで編んでいきます。3段目の端まで来ました。またここで斜めを作ります。まずここに中長編みの途中、次はここに2本の糸の下、糸を出して鎖1つ、でこの4本を一度に引き抜きます。これで斜めの3段目、次は4段目、さっきと同じです。鎖の根元に針を入れて糸を出して、次に中長編みの途中、この時は1本で一度に引き抜きます。これが斜めの4段目。ここからはまた中長編み、端まで編んでいきます。でまたこれを繰り返します。今4段編みました。あと2段、全部で6段にします。この部分を編んできました。この部分は6段、次はこの部分を編んでいきます。これはここから数えると7段目、7段目から逆に長くしていきます。ここから広げて編んでいきます。ここが一番端の中長編み、2本の糸の下に中長編み2つ、1つ、同じところにもう1つ、これで1つに2つ、鎖2つ、下から1にマーカーをつけます。裏返して下の中長編みに中長編みをします。でこの時は1本の糸の下、中長編み、次からは今までと同じこのまま端まで編んでいきます。端まで編んだらまた戻ってきます。この部分の3段目を編んできました。端ではまずここに普通の中長編み、最後はこのマーカーのところ鎖の1、2、ここに中長編みを2つ、2本の糸の下、1、2、これで1つに2つ、また鎖2つ、裏返して根元に中長編み、
次から今までと同じ。これを繰り返します。で、端まで編んで、また同じように編んでいきます。これを全部で6段。この部分を編んできました。この部分、1、2、3、4、5、6。ここは7段目。この部分になります。ここからはもっと長くして編んでいきます。ここの一番端は、このマーカーのところ、鎖の1、2、ここに中長編み、2本の糸の下、この今の鎖2つ、2つ目に新しい糸、で同じところ、ここから鎖を編んでいきます。こっちと同じ数だけ。ここは端から14番目にマーカーをつけました。ここと同じ数だけ鎖を編んでいきます。でこの鎖はゆったりと編んでいきます。こっちと同じぐらいの大きさにしたいので、ゆったりと編んでいきます。鎖を14編んできました。こっちと同じ長さにしました。最後は鎖一つを編むようにして糸を切ります。で引き締めて、で元の糸に戻ります。ここから鎖に中長編みを編んでいきます。中長編み、次もこのまま端まで中長編みを編んでいきます。端まで中長編みをしてきました。鎖一つ同じように編んでいきます。このまま中長編みを続けてずっと編んでいきます。ここでまた鎖一つ往復編みでこの部分を編んでいきます。ここはこっちと同じ。私は11段。最後は細編みにします。こちら側も同じ数だけ編みました。最後は長めに糸を残しています。これで前身ごろが出来上がりました。次は肩を縫い合わせます。次は肩を縫い合わせます。表と裏を確認します。最初の細編み、こっちが裏の方が表。そうすると最後は表になっています。この状態が表。後ろ身ごろも最初の細編みが裏になっていて、最後は表。この状態が表。肩を縫い合わせるときには内側を表にします。端から縫い合わせていきます。残していた糸端を使います。なかったら新しい糸を持ってきます。ここが角の細編み。今向こうから糸が出ています。このまま向こう、この端の細編みでもう一度同じところで、これが一つ目。次はこの細編みのここ、向こうも端の細編みの次から中長編み、この2つに3回ぐらい針を入れていきます。
様子を見ながら縫い合わせていきます。またこの2つに3つぐらいでずれないようにここまで編んでいきます。端まで来ました。最後はこの2本の糸の下、向こうはこの糸端の出ているところ、ここに2回で、ここに糸端があるのでここと結んでおきます。あとはこの糸端を隠します。反対側も同じように縫い合わせます。次は脇を縫い合わせます。こっちが裾で、こっちが肩。ここは縫い合わせたところ。表が上になっています。表を上にして、ここからここまで縫い合わせます。ここは袖ぐりの脇の下に当たるところ。この大きさは好みやお体のサイズに合わせて決めるんですが、だいたい20センチ。肩から数えて20番目にマーカーをつけました。こっちも同じところにマーカーをつけました。裾からここまで縫っていきます。残していた糸端を使います。手前の細編み2本の糸の下、このまま向こうの2本の糸の下、でもう一度この手前ここからは向こうのこの1つ目の細編みと2つ目の細編みの間、こことここの間、ここに針を入れて縫い合わせていきます。で、こっちではなくてこっち側、で次は手前の1つ目と2つ目の間、こことここ、次また2つ目と3つ目の間、こっちも2つ目と3つ目の間、またこのままマーカーのところまで縫い合わせます。マーカーのところまで縫ってきました。マーカーのところは2回針を入れます。2本の糸の下、しっかりと留めます。で、裏に出します。こっちが裏なので、裏で
ほどけないように隠します。反対側も同じようにつなぎます。次は襟ぐりの縁を編んでいきます。細編みで編んでいきます。今表が上になっています。表を上にして整えて、この部位の真ん中にマーカーをつけます。で、見てみるとこの部分は他よりも広がりやすくなっています。なので同じぐらいにしたいので、この細編みは少しきつめに編んでいきます。様子を見ながら全体のバランスを見て、ちょうどいいバランスにします。で、細編みを編んでいきます。肩の縫い合わせたところぐらいから、ここが縫い合わせたところ、ここぐらいからスタートします。新しい糸、で同じところ細編みをします。鎖一つ、細編み、これが一つ目。次はここ、一つに一つの細編みで、このままずっと編んでいきます。ここからは斜めになっています。ここに中長編み2つ、この部分に細編み3つぐらい、だいたいこの間隔で編んでいきます。まずここら辺、次はここ、これでこの範囲に3つ、次も同じように1、2、3、だいたいで大丈夫です。V の真ん中につけたマーカーまで来ました。ここは引き抜き編みをします。ここに針を入れてかぶせるようにして引き抜きます。ここまでは細編み、ここは引き抜き編み、次からまた細編み、この中長編み2段に3つぐらい、だいたいで大丈夫です。様子を見ながら、この部分とこの部分が同じぐらいの長さになるように調節します。ここは角なので編まないで、ここから一つずつ2本の糸の下で、ここも様子を見ながらこっちと同じ長さになるようにします。この部分は少しきつめの方がいいと思います。このままこの角のここぐらいまで編んでいきます。肩の縫い合わせた手前まで来ました。この部分では縫い合わせた前後、まずここに一つ、次はここ、縫い合わせた糸の入っているところ、ここに一つで、次は後ろ身ごろの角になっています。この
端から2つ目と中長編み、ここから糸を出して、ここから糸を出して一度に引き抜いてカーブを作ります。まずこの糸を出して、次はこの中長編み、ここに針を入れて糸を出して一度に引き抜いてカーブができました。次からまたこの中長編み2つに細編み3つ、今1つ編んだので、次はここぐらい、次はここ、これで3つ、次からも3つ、これぐらいの間隔で編んでいきます。最後の角まで来ました。またここで糸を出して、次はここ、これを一度に引き抜いてカーブができました。次はここで、最初の細編みに引き抜きます。これで細編みの1周目。もう1周編もうかと思います。次は2周目、引き抜き編みをしていきます。このまま次の細編み、かぶせて引き抜き編み、この1つ目にマーカーをつけておきます。次も次もあまりきつくならないように編んでいきます。このまま一つに一つの引き抜き編み、ここまで編んでいきます。V の手前まで来ました。1周目はここに細編み、引き抜き編み、細編み、ここをスキップします。まずここに引き抜き編み、次はここ、このまままた一つずつ、一周編んでスタートしたところまで戻ってきます。一周編んできました。ここに一つ細編みが残っている状態で糸を切ります。これを針で始末します。このマーカーをつけたところ、一つ目の引き抜き編み、手前から向こうに針を入れます。で、最後のここに戻ってきます。裏に出して整えて、あとはほどけないように裏に隠します。次は袖ぐりを編んでいきます。最後は袖ぐりの縁を編んでいきます。細編みで一周します。ここが脇を縫い合わせたところ、この縫い合わせた糸の両端、まずここからスタートします。で、結んで同じところから糸を出します。鎖一つと根元に針を入れて糸を出します。次は隣、今3本、これを一度に引き抜いて、これが一つ目の細編み。次から全部一つに一つずつ普通の細編みをしていきます。この細編みはあまりきつくならないように一周します。ここまで戻ってきます。細編みで一周しました。ここで糸を切ります。最後の細編みから糸を抜きます。最初の細編み、最初の細編みに手前から向こう2本の糸の下、これが最後の細編み。
最後の細編みの上から入れて裏に出して、これを整えます。あとはほどけないように裏に隠します。これで出来上がりました。とても綺麗な形になっています。襟ぐりは少し広めにしました。袖ぐりもゆったりとしています。短めに作ったので、とてもすっきりとして見えます。サイズを測りました。上から下まで45、横幅48、袖ぐりは20センチ、襟ぐりは64、肩は20センチ、使った糸の重さは200グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。